こんにちは。今回もダイソーチェコビーズファルファーレを使ってサークルモチーフのアクセサリーを作ります。今まで2種類のサークルモチーフを紹介しましたが、ファルファーレを使うとそれよりももっと簡単に作ることができますよ。まずは材料です。ピアス2個分の材料です。ダイソーチェコビーズ 4×2mm96 個、チェコビーズファイヤーポリッシュ 5mm2 個。これはお好きなビーズを使っていただければ OK ですが、5mmから 6mm ぐらいのものがいいと思います。Qピン2個、丸カン2個。ここでは直径 6mm のものを使用していますが、扱いにくいと感じたら 8mm のものを使ってみてください。ピアス金具2個、テグス3号 60cm を2本。まずビーズを4つ通して、最後に通したビーズ1つで左右のテグスを交差します。左右のテグスにチェコビーズを1つずつ通して、新たなチェコビーズ1つで交差します。これを繰り返して全部で11段になるまで編んでいきます。11段目まで出来上がったので、ここからつないでいきます。片方のテグスにチェコビーズを1つ通して一番下のビーズを拾います。そしてゆっくり引き締めます。そして新たなチェコビーズ1つで交差すると、このようにリングになります。ここからが面白いんです。片方のテグスで上にある12個のビーズを拾って1周します。一周してテグスを引き締めると、ほら、こんな形になるんです。すごいでしょ？左のテグスで左上のビーズ、右のテグスで右上のビーズを拾って、その真ん中にある外側のビーズの中でテグスを交差させます。次にビーズとビーズの間にあるスペースに新たなビーズを1つずつ足して埋めていきます。まずビーズを1つ通したら、隣のビーズを拾って、また新たなビーズを1つ通して隣のビーズを拾います。
半周したらもう片方のテグスで同じことをしていきます。最後のビーズを通したらテグスを2回結びます。結び目の隣にあるビーズ3つぐらいに通してからテグスをカットします。これでサークルモチーフの出来上がりです。9ピンに 5mm のビーズを通します。ピンを直角に曲げて根元から1センチ弱ぐらいのところをニッパーでカットします。切り落としたピンが飛ばないように気をつけてくださいね。丸やっとこでピンを丸めます。ピンの向きを修正します。次に丸カンを開いてモチーフの編み目の中に通します。丸カンにビーズをつけた9ピンを通して丸カンを閉じます。9ピンを開いてピアス金具を通して9ピンを閉じたらダイソーチェコビーズで作るサークルモチーフピアスの完成です。こちらは一回り大きい 6mm×3mm のファルファーレで作ったサークルモチーフにネックレスチェーンを通してみました。1種類のビーズしか使ってないんですが存在感のあるペンダントトップになりますよね。実は私このファルファーレというビーズを使って過去にこんなものを作ったことがあります。じゃーん、クリスマスツリーなんです。このように大きさの違うサークルモチーフなどがパーツになっていて、これを組み立てるとこんな風に光るビーズのクリスマスツリーになるんです。これを作ったおかげでファルファーレの特徴を知ることができて作品を3つも紹介することができたというわけなんです。チェコビーズのファルファーレ、本当に面白いビーズなのでぜひ手に入れていろいろな作品を作ってみてくださいね。